レアが少なくても戦いたいということで、今回はラクトースカラーのアーティファクトデッキ紹介していきましょう。レアは少なめですが、その割に火力が高い。そして相手に対するね、ブロック能力も高いというところで、継戦能力が高い。そんな感じのデッキになってますね。キーカードはこちら、鬼竜の金床と竜火花の反応炉。鬼竜の金床を使って、基本的には金床デッキみたいな感じで、相手をちまちまドレインしながら、竜火花の反応炉を使って、相手を一気に火力を叩き込む。なので、意外と相手を即死させる射程が広い。そんな感じのデッキになっています。まずね、入っちゃってるレアカード、理想としては何枚か入れてます。まずは、食肉鍵虐殺事件。こちら神話レアのカードなんですけれども、マナを注ぎ込んだだけ相手と自分のね、クリーチャーを全体除去できる。そんな感じのカードになってます。例えば他のドローソースや除去呪文に入れ替えてもいいっちゃいいんだけれども、理想としてはね、ちょっと入れたいな、そういうカードになりますね。何よりね、このカードは黒が絡むデッキだったら、おそらく大体入るだろうと、そういう感じの性能になってるので、作っても損はない。そんな感じのカードです。あとね、レアカードを使ってるのは土地ですね。爆部屋の居住地や憑依された峰、灼熱踏みの小道、後輩踏みの小道、こちらに使っています。とはいえ、灼熱踏みの小道は次でスタンダード落ちちゃうので、作る優先度は低いかなって思います。ただ、憑依された峰、こちらはですね、次のスタンダードでも使えるし、何より複数の色が使われるデッキがこれからもしばらく使われるというところで、作っておいて損はないカードですね。あと、爆部屋の居住地は、例えば今の環境を静観しているボロスバーンとかにも使えるので、作ってね、損はないカード。土地は基本的に作った方がいいカードなので、このデッキにもちょっと入れさせてもらってます。他のキーカードですね。それらはアンコモンとかコモンとか、そういうのをね、寄せ集めたような形になっています。キーカードは、反応炉や金床、鬼竜の金床はアーティファクト構築物を生成する効果を使えば、竜火花の反応炉のカウンターがどんどん増えていきます。また、ボルダーレンの美食家、増員された浪人、清潔の収穫者、これらのカードもね、アーティファクトを生成するので、ブロッカーや場合によってはアタッカーを立てながら、竜火花の反応炉をどんどん成長させることができます。ウォーロッククラスはキーカードを引き入れるために、レベル2を使うのがメインではありますが、勝負が長引いた時はレベル3を使って一気に相手をライフを削る実験統合機は衝動的なドローではあるんですけれども、一時的に手札をね、増やすことができる。あと電圧の入れ入りはアーティファクトデッキ定番の除去魔法ですね。命取りの論争ですが、このデッキとも相性はいいです。なぜかというと、宝物トークンを作るおかげで、竜火花の反応炉がカウンターが増えたり、宝物トークンを使うことで、鬼竜の金床の発動条件が満たされて、構築物が増えたりもします。でさらに、相手のライフを一気に攻め立てるための双剣山の精錬者。こちらはアーティファクトを生贄に捧げることで、構築物を作ることができます。生贄に捧げたことで、鬼竜の金床から構築物が出て、でしかも3-1速攻のクリーチャーが出ながら、竜火花の反応炉がさらに成長する。そして、病的な日和見主義者。こちらのカードがいればですね、アーティファクトクリーチャーを生贄に捧げるたびに、なんとカードがドローできる。相手のターンに鬼竜の金床で構築物を生贄に捧げれれば、さらにカードが相手のターンにも引ける。そんな感じですね。結構シナジー重視ではあるんですけれども、竜火花の反応炉、鬼竜の金床、どちらかが手札にあれば結構動ける。しかもテーマが固まっているので、実験投稿動きも結構使いやすいですね。もしレアカードとか余裕があるんであれば、
オブニクシリーズを病的な日和見宿舎の代わりに入れたりだとか、そういう感じのカスタマイズもできる、そんな感じですね。まあ、ゴータクはそこまで、早速ね、遊んでいきましょう。今回はちょっとね、私のガバガバなところも出ちゃってるけど、まあそれでもね、楽しく見てくれれば嬉しいと思います。はい。もしね、アドバイスとか、こんなデッキ面白いよとかあったら、コメントよろしくお願いいたします。あと、チャンネル登録してくれると嬉しいなぁ。はい。それでは対戦行きましょう。ダーン !SFCI さん。よろしくお願いします。土地が4枚、赤土地がないか。56クラスで引けるかな。赤土地さえ引けばいいけど、ただまあ、56クラスは黒マナだけでも少なくとも2ターン目まではマナを有効に使えるのが偉い。ホワイトはゴルガリカラー。じゃあ、ウォーロッククラスで山。まあ、こっちかな。さあさあ、お相手黒緑だったら、序盤からいきなり大きなダメージは飛んでかないと思いますが、検体探し。ゴルガリの明治クラフトかな。赤マナ。じゃあとりあえず壁を出しとくべきかな。どうしよう。まあいいや。さあ、今のあるんで、場合によったら次のターン、5マナまで伸びる可能性がありますね、お相手。さあさあ、怖いぞ。3マナ。なるほど。破壊しようか。ちょっと迷った感じか。さらに検体探し。エンチャント破壊される可能性がありますか。とりあえず、手札を回します。ハノロ。さらに、病的な日和見主義者。これで相手のね、生贄に捧げるとかそういうのがちょっとやりにくくなるんじゃなかろうか。さあ、お相手は封印突破法でウォーロッククラスを壊しに来るか。そういう意味では、ちょっと反応路は出しにくいかな。セチムーアの魔女。いや、厄介なクリーチャーが出てきちゃった。まあでも反応路2枚目引いたから2枚目出してもいいかな。出しちゃおう。相手の封印突破法に合わせて命取りの論争を使っていきますか。使ってきた。さあここで生贄に捧げてドロー。赤マナがもう1マナあれば動きは取りやすいですね。ホワイト引き釣り目。まあでも反応路出していくべきか。今思うとあれですね。鍵虐殺事件使った方が良かった説ある。まあいいか。まあでもまあ。展開はできてるからね。さあ、生贄に捧げて泥を回す。オッケー。さあ、こっからはどんどんね、手札が回っていくか。
ィザーブルームの式学者。いや、これは一気にドレインされる可能性がある。いやー。1マナだけでも、なくしちゃった方がいいかな、今からでも。今からでもやっちまえ。はい、やばい。やっちまった説ある。やばたんだ。ああ、しまった。はじめにちゃんと除去しておけばよかった。やばいだ。やだ。めっちゃ奴隷される。めっちゃ手札増やされる。やばいだ。まあ、でも。先生はいじってきてるから。いやこれ削り切れるかな。トークンないから除去できないね。ブロックしてくれたら、もう獣。よし。知能者の渇き。くわー。やるいっちゃった。さらに引きつり目。いや、しまったな。筋肉鍵虐殺事件をもうちょっとちゃんと使ってれば、ここまで相手に有利を取られませんでしたか。まあでもライフ差はあれど、大きく不利というわけではないかな。もらっていく。ウォーロッククラスの第3モードを起動できれば一気にいける。さあ、こちら実験統合国旗。ちょっとね、泥を増やしていきましょう。なるほど。かなどこ。さあ、ボルダーレン。いや、清潔の収穫者。さあ、どんどん反応炉が力を貯めていく。とりあえず1点ドローレインして、壁モンスターを増やしておきましょう。ターンエンド。ウォールッククラスでじわじわ削れてるけど、さすがにお相手、あんだけ手札があったら、返せるカードはありそう。命取りの論争。相手の手札の数がすごい。大な、やばい。やべた？しまった。一気にライフジュルされちゃう。やばいと。知能者の渇き。いやー。ただ今6マナ。次のターン7マナになりますか。とりあえず、ちまちま。
ライフを削りいきましょうか。よし。さあ、全体状況が来たらいいけれども。なるほど。命とには論争。じゃあ、とりあえずウォールクラスを通していけるか。通すしかないか。通す。このままほっとくと、相手が即死圏外になっちゃうから、今のうちにもう、一気に畳みかける準備をしておきましょう。さらにカナダ湖、ブロッカーを増やす。よし。まだフルアタックされても大丈夫。ただ一気に呪文唱えられるとちょっとめんどくさいことになるかな。序盤の鍵虐殺事件のミスが未だにちょっと響いてますね。設置ムーアの魔女は絶対に除去しないといけなかった。とりあえず取ろう。お、いざと言ったら鍵役殺できるかな。いや、すごい鍵虐殺になってる。これ何点ダメージくらうんだ。セーフよろめかい。さらに設置も魔女でパンチか。さらに引き釣り目。これは一気に決めれるかな。ボルダーレン、命という論争。それぞれ3枚分の4枚か。4カウント分の反応度を増やすことはできる。さらにウォルダーレンも出しちゃっていいかな。よしよし。13点。パンチ。さあどうだ。命の論争。そっか。これで最後ギリギリ削れるかっていう感じかな。まあでも大丈夫かな。パワーしか増えないからね。このちまちまで7点までは減らされないはず。あと1マナだもんね。きっと大丈夫。とりあえずこっちも除去しとこっか。念のため1点分のライフはちょっと残っていきましょう。さあさあ。マットレスパンチ。でもってウォーロッククラスの3番目のモード。相手にドカーンともう一回ダメージを飛ばす。
対戦ありがとうございました。マシマシュさん、よろしくお願いします。おー、土地がいい感じ。じゃあ、初手、赤物かな。ターンエンド。さあ、お相手は何のデッキでしょう。お相手バーグビア熊のおろすバーンかな。反応路先出しして4ターン目に一気に決めることを目指しましょうか。さあ2ターン目野心か。じゃあ清潔の収穫者、ブロッカーとして考えてもまあ悪くない。うねりは残しておきましょう。さあ野心がダブル。これはもう一回処理しておきましょうか。火遊び。まあ。最悪ではない。と思いたい。実験統合機。そう。怪盗ブルか。かなどこ。ブロッカーを出すべきかな。ブロッカー出しちゃおうか。なるほど。一旦これ出して。アタック。さあ、カウンターは、ハノルのカウンターは6点分たまりましたね。そう考えると、意外と相手の、ライフは少ないけれども、ゴリゴリの削り合いだね。5点。なるほど。かなどこ。ブロッカーに耐えれば大丈夫かな。ウォーロッククラスか。これ出す意味あるか。出しちゃおうか。まだそこまでライフは削られないのと、増員された浪人がいれば、基地的にブロッカーを毎ターン1体準備できるからね。火遊び。まあ。Y で土地が止まってますね。ランドの噴火。痛い。さあ、馬を出して。さらにブロッカーを出すことを考えたいけど、9点か。とりあえず、相手のクリーチャーをちょっと減らしておきましょうか。日の出の騎兵。ヤバちゃんか。これは出しちゃって。浪
で攻撃しときゃよかった。もういいよ。削り切られないもんね。浪人で2点パンチして、あれだね。金床で2点ドレインしたらもうそれで勝ってましたね。ああ、やっちゃった。これは大丈夫かな？一旦止めて、ブロック。でもって、ドレイン。これで削り切れましたね。あー、危なかった。ちょっとヒヤッとしてよ。グッドゲーム。対戦ありがとうございました。いかがだったでしょうか？結構ね、クリーチャーで攻めていく感じのデッキではないので、殺すアグロ相手でも相打ちを取りながら相手のリソースを減らす。そんな感じの動きもできました。ちょっとね、増員された浪人の速攻の効果を使えなかったりとか、そういうちょっとガバガバなところもあったりはしたんだけども、使ってて面白いし、結構ね、勝ちやすいなっていう感じでしたね。一番初めのうちは、アンコモンのカードが足りないとかそういうのもあると思うんですけれども、バックが固まってるので、他のデッキのためのカード集めながら、割と集まったりもするので、使ってみようかなって思ったら、手を出してみてください。それでは今回の紹介はここでおしまい。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは皆さん、またいつか。バイバーイ。